あの世は 100% あります。今回の動画では臨死体験の事例を3つ紹介します。臨死体験を信じる人、そんなの脳の作用に過ぎないと拒絶する人、臨死体験の受け取り方はいろいろだと思います。臨死体験の9つの証拠の著者ジェフリー・ロング博士は1998年臨死体験研究財団を立ち上げ、世界中から臨死体験の事例を集めました。1300人以上の臨死体験を科学的に分析することで死後の世界が存在する証拠を挙げています。例えば臨死体験をした人を調査したところ 74.4% の人が自分の周りが360度見渡せる、思考のプロセスを経ずに瞬時に理解する、色彩が圧倒的に鮮明に感じるなど、通常より意識のレベルが上がった。 66.5% の人が空間や時間の感覚が変化したと答えています。50% の人が体外離脱して自分を治療している様子を見ています。 14% の人が人生の解雇を経験しています。人生で接した人の感情も同時にリアルに経験するのです。 13% の人がずっと前に他界した家族や親族と会っています。臨死体験後に人生が変わったと答える人は 73.1% に上ります。臨死体験の特徴は宗教や民族、文化の違いを超えて世界中で共通していました。これ以外にも数多く現象を重ね、ロング博士は死後の世界、来世は明確に存在すると結論付けました。今回の動画では3人の臨死体験を紹介していきます。あの世を体験して帰ってくるという稀有なる経験は私たちの人生にも参考になると思います。木内鶴彦。航空自衛隊に勤務していた20代の木内鶴彦さんは過度なストレスが原因で倒れ、臨死体験をしています。木内さんは三途の川を渡り、亡くなったおばに花畑を案内されて病室に帰ってきました。病室で意識が戻り、ナースコールを押そうとした瞬間、木内さんの心臓の鼓動は止まってしまいます。あ、心臓が止まったと思ったそうです。そこから2度目の臨死体験が始まりました。ベッドに横たわる木内さんの顔を覗き込む母に大丈夫だよと言おうとした途端、木内さんは母をすり抜けてしまいます。振り向くとベッドで寝ている自分の体が見えました。立っている父に大丈夫だよと伝えようとした途端、木内さんは瞬間移動して父の体の中にすっぽり入っていたのです。俺は大丈夫だからと言うと父の体から出られました。母はどこだろうと思った途端、木内さんはまた瞬間移動し母の横に立っていました。母は木内さんの兄に電話をしているところでした。気が動転していて番号を押せていませんでした。木内さんが耳元で兄の番号をいくら伝えても木内さんの声は母には聞こえませんでした。次に兄を思い浮かべてみました。すると木内さんは病院に向かって車を運転している兄の横に瞬間移動していました。もしかしたら時間も超えられるかもしれない。そこで木内さんは6歳の時に聞いた不思議な声の主を確かめたいと思いました。姉と一緒にいて危ないと聞こえた方を振り向くと岩が転がってきていたので、とっさに姉を突き飛ばしてかわすことができたのです。その時姉は親指の爪を剥がしてしまいました。そのため後で兄に怒られたのです。声がしたといくら言ってもそこには誰もいなかったので信じてもらえませんでした。20年の時空を超えて木内さんは6歳の自分と姉を見守っていました。その時は近づいてきます。岩が揺れ、このままでは姉に当たる、危ないと木内さんの霊体は叫んでいました。6歳の自分が木内さんの方を振り向き姉を突き飛ばしました。6歳の時に聞いた謎の声は未来の自分だったのです。まるでインターステラーです。病室に戻ってきた木内さんは未来にも行けるのではないかと考えます。未来を強く念じてみました。すると掛け軸がかかった30畳くらいの大広間で40代の自分が若者たちに地球環境について話している映像が見えてきます。さらに未来を念じると、廃墟になった山にいる年取った自分と緑豊かな場所で星を見ている自分が重なって見えました。自分の姿と星空の位置でその2つは同じ時間と場所だと分かりました。まだ未確定の未来を見ていたのです。木内さんは宇宙を念じると宇宙に行き、太古の地球を念じると太古の地球にも行けたそうです。膨大な時間を過ごして木内さんは病室に戻っていました。ベッドで寝ている自分の顔の横に顔を近づけると木内さんの霊体は体の中に入っていました。そして
意識を取り戻したのです。心臓が停止して動き始めるまで30分しか経っていませんでした。臨死体験から20年の歳月が過ぎた1994年10月、木内さんはフォーラムの講師として若い人たちに向けて話をすることになりました。会場に着いた木内さんは驚きました。臨死体験で見たのと同じ会場、つまり同じ掛け軸がある30畳ほどの大広間だったのです。臨死体験で見せられた未来のビジョンが現実に起きたのです。アンジー・フェニモア、地獄からの帰還。ここでは臨死体験で地獄に行ってきたアンジー・フェニモアの事例を紹介します。アンジーは27歳の時、大量の薬を飲んで自ら命を絶とうとしました。その時、暖かなトンネルに吸い込まれます。その時アンジーは生まれる瞬間を経験していました。母親の陣痛の痛みと同時に27年前の母親の喜びが伝わってきました。それは愛に包まれたうっとりするような幸福感でした。トンネルから出るとアンジーは母親の腕の中で抱かれていました。続いて目の前に大きなスクリーンが現れました。そこにアンジーの人生が映画のように映し出されます。驚いたのは、その映像を見ていると過去にアンジー自身が感じた感情だけでなく、自分と関わりを持った人の感情まで事細かに伝わってきたことでした。若い父と母が自分に注いだ愛情を実感し、アンジーは驚きました。親から愛されなかったという自分の記憶とは正反対だったからです。幼い頃のアンジーは父や母の愛情に包まれ、安心感でいっぱいだったのです。幼少期を過ぎてからの暗い時代もスクリーンには映し出されました。生まれた瞬間からソファーで生き絶えるまでの27年の人生のすべてをあっという間に体験してしまったのです。人生の映像が終わるとアンジーは闇に浮かんでいました。目を凝らしても誰も見えません。死んだら天国に行くものだと思っていましたが、そこは果てしない闇でした。ここは地獄だということだけは分かりました。あらゆる年齢層の人間が汚いローブを着ています。アンジーと同じく自殺をした人たちでした。近くにいた中年の女性は、自分は悪くない、間違っていないと繰り返しつぶやいています。やがてアンジーは孤独の闇にとらわれ、例えようのない失望の中にいました。その時です。お前は本当にこれを望んでいるのか？力にあふれた声が聞こえてきました。はじめは針の先ほどだった光は一声ごとに大きくなり、太陽のように燦然と輝いています。その中に真っ白に輝くローブをまとった男性が見えました。荘厳な神の光を見たアンジーは、あれは父なる神だ。私は神に無条件に愛されている。私は神の子供なのだ。と温かいものに包まれながら感じたのです。でもアンジーの周りの人たちは神に気づいていません。アンジーは神に、私の人生はとても苦しいものでしたと答えると、あれが苦しかったというのか？自殺した後にお前を待ち受けている苦しみに比べれば何でもない。アンジーはその場にもう一人別の光を感じました。それは全てを包み込む愛の光です。父なる神と同じくらい深く清らかで、同時に純粋な愛や憐れみがあり、アンジーの苦しみを心から悲しんでくれていました。アンジーはイエス・キリストの前にいたのです。イエス・キリストの愛はアンジーを包み込み、自分は無価値な人間だという心に残っていた気持ちを一掃してくれました。さらにアンジーは自分の自殺によって息子たちが未来で苦しみ、将来が絶たれる姿を見せられます。夫や妹など他の身近な人たちがアンジーの自殺によって傷つく未来や、まだ一度も会ったことがない人たちへの影響も見せられました。この地獄では自分の犯した罪の重さを知り、その償いをすることになっていると神に教えられます。これまで多くの人に悪い影響を与えたことを思うと、アンジーは悲しくなりました。私の心は生きていた時から地獄そのものだった。現世の生き方と死後の行き先はそのままつながっていると思いました。アンジーが驚いたのは、霊界では心が変わると心に応じて世界が変わっていくことです。
荘厳な光の中でアンジーの認識が変わってくると、周りの闇が薄くなりました。辺り一面に光の妖精が飛んでいます。もうアンジーは地獄にはいませんでした。光の世界の中に立っていました。その時、アンジーは猛烈な速さで飛んでいるような感覚に襲われ、闇が飛び去ったかと思うと、ソファーに横たわる自分の体の中に戻っていました。空気を吸い込んだ途端、体はだるく、胃が痛み、頭がうずきます。しかし心の中はありがたさでいっぱいでした。臨死体験を通じてアンジーは別人のように生まれ変わりました。毎朝目を覚ますたびに、もう一度やり直せることを心から幸せに思います。絶望は希望に変えられると教えられたことに感謝が湧き上がるのでした。2人に共通しているのは、臨死体験を通じて死後の世界は存在し、人間は霊的な存在だと価値観を逆転していることです。さらに、人生を生きるにあたっても天国的な生き方と地獄的な生き方があり、天国へ行くか地獄へ行くかというのは、この世の心の在り方がそのままつながっていると大川隆法総裁は述べています。これはアンジーが臨死体験で痛感したことです。ではどのように生きればよいのかと感じる方は多いと思います。3人目の臨死体験者ダニオン・ブリンクリーの事例が分かりやすいのでご覧いただきたいと思います。ダニオン・ブリンクリー、詳細な人生回顧と未来ビジョン。ダニオンは1975年9月25歳の時、電話中に雷に打たれました。靴の金具が溶けて床にへばりつき、靴からは煙が出ていて、受話器は手の中で溶けています。それをダニオンは空中から見ていました。雷に打たれた瞬間に魂は体から抜け出ていたのです。聴診器をダニオンの胸に当てていた救急隊員はお亡くなりになりましたと妻に伝え、顔にシーツをかぶせました。上空から眺めていたダニオンは救急車の前方に目を向けると黒い点が見えます。それが大きくなり、トンネルが姿を現し、ダニオンを包み込んでしまいました。そして光の存在に包まれると、ダニオンの人生の回顧が始まったのです。ダニオンの子供時代はいじめや喧嘩ばかりでした。ダニオンはいじめた相手の体に入り、その生徒の苦しみを味わうことになります。殴られる相手の中で痛みや屈辱を感じていました。ダニオンが行った数千回の喧嘩を相手の中で経験したのです。さらにダニオンは一つの出来事で自分と相手の両方の思いを感じるだけではなく、関係した第三者の気持ちも感じることになりました。例えばダニオンが従軍して敵の大佐を狙撃した時は、大佐の中に入って、もう二度と家には帰れないと相手の悲しみを感じ取り、さらに一家の大黒柱を失ったと知った家族の悲痛が伝わってきたのです。従軍している間、亡くなった者の苦しみとその家族が味わう悲しみを経験していったのでした。中米にある国には武器を運んだだけでしたが、人生の回顧の時はその武器が使われた現場まで見せられました。ダニオンが運んだ銃によって、武器の使用によって父親を失って泣き叫ぶ子供たちの苦しみや悲しみ、家族の悲痛を何度も見せられ感じたのです。人生を回顧し終えたダニオンは恥ずかしさでいっぱいでした。利己的で人に手を差し伸べることのない人生。どれだけ愛情を与えたか、それともどれだけ奪ったか。振り返ってみると 95% 以上は奪ってばかりの人生だった。もっと手を差し伸べなければいけなかった。これが分かればこれからの人生はより良いものにできると光の存在に伝えました。でも私は死んでしまったのだと改めて思ったのです。ダニオンは光の存在に導かれ上昇し始めます。濃いブルーの山々が見えてきます。ダニオンは天使のように飛んでいました。そして大聖堂が立ち並ぶ世界へ降り立ちます。クリスタルの大聖堂の中に入り、長椅子に座っていました。前方を見ると13の光の存在が肩を並べています。一人ずつ近づいてくるたびに箱が彼らの胸から現れ、ダニオンの顔の前に広がりました。箱が一つ近づくたびに未来の映像を見たのです。原発事故、ソビエトの崩壊、砂漠の嵐作戦、つまり湾岸戦争などを含む100以上の事件でした。光の存在は
今見た未来の出来事は決まったわけではないと言います。さらに日々のストレスを和らげるセンターを設立する、これがダニオンが地上で行うことだと告げました。そしてセンターの7つの部屋をビジョンで見せられたのです。そろそろ地上に戻る時だと告げられます。ダニオンは霊界があまりに美しく居心地が良いので地上に戻りたくないと抵抗しますが、選択の余地はありませんでした。ダニオンはいつの間にか病院の廊下の上にいました。遺体安置所へ運ばれるところだったのです。駆けつけた家族や友人の愛情、祈りが伝わってきます。愛や祈りが命を与えるというのは本当だ。この時ダニオンは思ったそうです。次の瞬間、ダニオンはシーツを見上げていました。肉体に戻った途端、激痛に襲われていました。全く体が動かない。なんとかシーツに息を吹きかけると、看護師が気づいて緊急処置を施され、ダニオンは生き返ったのです。生き返っても心臓の約 30% が損傷していたため、体を思うように動かせない日々が続きました。体が回復してくると、ダニオンは仕事以外にホスピスや老人ホームでボランティアをするようになりました。完全には回復していなかったダニオンは臨死体験から14年後、心臓手術中に2度目の臨死体験をしています。あの時と同じ光の存在の翼に包まれ、人生を回顧し始めました。初めの25年の出来事を見るのは辛いものでした。しかしその後の14年間は生まれ変わった男の人生でした。日々の良い行いがよみがえってきます。大きな出来事もあれば、ほんの些細な出来事もありました。老人ホームのボランティア活動として小さな雑用までこなす姿、髪を溶かしたり立ち上がるのに手を貸したり、誰もやりたがらない仕事も黙々と行っていました。ホスピスでは臨死体験の話をして死にゆく人の不安を取り除いていました。最後の時まで患者の脇についている姿もありました。この時も自分と相手の感情、関係した人の気持ちまで伝わってきました。年老いた女性の世話を手伝っていた時のこと、彼女はほとんど動くことはできませんでした。看護師がシーツを変えている間、彼女を抱き上げ、少し違った風景を楽しんでもらおうと腕に抱えたまま建物の中を歩き回ったのです。抱き上げてくれてありがとうという彼女の気持ちが伝わってきました。2度目の人生の回想は全校が花火のように打ち上げられていました。ダニオンは思いました。このまま天国にいたい。しかしあなたは再び戻らなければなりませんと光の存在に告げられます。スイスのアルプスのような美しい世界から突然ダニオンはベッドの上に戻っていました。再び生き返ってからダニオンは命の続く限り人々が安らかにあの世に旅立てるお手伝いをしたいとホスピスを作ることにしました。ダニオンは臨死体験によって人から奪ってばかりだった時の人生回顧と人に喜ばれ尽くす側に生きた時の人生回顧の2つを経験しました。どちらも私たちが死後あの世に帰ってから経験することです。ダニオンのようにそれをあらかじめ知ることができたなら、奪うのではなく人に愛を与える人生を送ろうとするので、人生はより良いものになります。今回3人の臨死体験を紹介しました。今世界各地で起きているところのこうした臨死体験は、実はあの世の霊たちが企画してやっていることであります。あの世の世界があるということを、魂があるということを教えるためにやっているのです。今回紹介した臨死体験で体験するような霊界の様子をリアルに描いているのが、現在全国の劇場で公開中の映画「ドラゴンハート霊界探訪記」です。お前たちには霊界探訪をしてもらおう。ここってもしかして地獄なのか。霊界探訪を通してお前たちが人生でなすべきことを見つけることができたら、元の世界に返してやろう。こんなに地獄があるなんて。描かれている霊界の世界の様子は、大川隆法総裁のあの世の霊査や霊的体験に基づいた真実の世界なんです。助けて。地獄で苦しんでいる人たちを助けるんだ。竜よ、力を貸してくれ。竜よ。現代の地獄の世界からベールに包まれた未知なる世界まで、主人公の2人と共に
実際に霊界探訪をしてきたような感覚が味わえる新感覚のスピリチュアルアドベンチャー映画です。ぜひ映画館で現代のリアルな霊界を体験してみてください。この真実を今生きている人たちに伝えたい。ドラゴンハート霊界探訪記